チャンネルからインターナショナルプレミアムを生放送します。司会のアデイトです。そしていつもの素晴らしいゲスト、世界平和委員会空手道本庁長道院大学総裁です。よろしくお願いします。Today's top news. First, we are going to talk about France and the new laws that they are going to give for the marriage between gay people and lesbian people. 今この同性婚の政治問題がアメリカ、フランスで具体的に法律で定めると、これは正式に認めるという今決定が下されんとしているわけです。それに対して、いわゆる、宗教的なカトリック系統と、それからオランダに対抗するサルコジ派の国民党がですね、どんなことをしてもこれ潰すと反対するというね、サルコジが、宗教と一緒になって、これで反対運動をこれでデモをして、今デモでアタックしているわけですね。これは同性婚を認めてはいけないと。だからフランスの今同性婚問題は完全に二分化していると。アメリカにおいてもオバマは同性婚を認めるという、それに対して、共和党とカトリック系統、キリスト教徒の関係は反対すると。そうですね。いうことで、同じようにフランス、アメリカで同性婚の、認める法案が提出されようとしているけれども、国論は二分していると、国は二分していると、二つに分かれて賛成反対が今争っている。おそらくしかしルーリングパーティーがやるわけだから、これは決まるでしょう。So in France, just like in the United States, there are demonstrations now against the new laws that are coming up and that will allow gay people to have a marriage, to get married like everybody else. And so Sancho in Daigaku tells us that in France, it's Sarkozy's party and Sarkozy, together with religious groups that are against this gay marriage. So they are trying to destabilize François Hollande. And same, there are many discussions in the United States too, but because the ruling party is probably the one that will win this debate, we can expect to have gay marriage allowed in both of the countries, in France and the United States. こういうゲイ結婚どう思いますか？私は反対です。ゲイ&レズビアンの結婚は、本来の人間の倫理道徳からしてですね、結婚は何のためにやるかと。子供を産むためにやるわけです。子供が作れない結婚は必要がないわけです。これ単なる恋愛という、ラブの問題であって、結婚はラブであり、なおかつラブによって子孫を残していくという、これは地球上における生態系を維持するという、地球上におけるナチュラルな一つのシステムを継続していくという人類、人間動物の義務なんです。だからゲイとかレズビアン同士が結婚しても、子供が生まれないわけだから。子供が医者に頼んで子供がよく産めるみたいだけど、その医者自然セックスしてる子供を産むじゃなくて、その医者に入れてもらうとか、そういう。そう人工的にね。人工的、そう。それだったらみんなやってるみたい。やってる。けど、いずれにしてもそういうものは反対。私は反対です。そうですね。Next up is in England.
the Berkeley Bank, the CEO is the last CEO that was still standing is going to step down. これはまあ今まで英国の銀行で、銀行間の取引の金利でいろいろ不正があったと、アンフェアな取引があったということで、ほとんどのバークレーの経営 CEO は辞めて一人残ってたわけですね、この人が。一人残っていた人も今回辞めさせられたと。これに対してはキャメロン首相のいわゆる不正は絶対許さないと、まあ、ダーティーポリティクスの汚職も許さないと、民間企業のいわゆる不正も許さないと、モラルをもっと高く上げようという、真剣にそれに取り組む姿勢が現れていると思います。そうですね。So the last of the CEOs from the Berkeley Bank, Mr. Lucas, is forced to step down by the government, and it shows that the Prime Minister Cameron is going on with his very strict morals, and he's trying to keep the country at a very high moral, and he is not going to take it easy when people are doing such huge damages like the banks did. Next stop in Tasmania, the people who are laying in coma. いわゆるこの安楽死というのはですね、今なかなか法律で定めることは認めてなかったんだけども、いわゆる病気の人が本人が、もう私は病気で死にたいと、I want to die という、こう死にたいと言った場合は、OK と、ね、注射一本打って死なせてあげると、注射で死なせてあげるという法律を、まあ、タスマニアで今始まりかけていると、でタスマニアのパーティーで緑の党という、グリーンパーティーかね、これが今法律案を作って提出したところです。安楽死、楽に死ねるという注射で。So in Tasmania, a new law is going to be given now, and that law will make it for the people who are laying in coma in hospitals, those people who are just like vegetables, being kept alive by machines, but they are brain dead already. So the law, a green type of law, is going to allow for such people to be turned, so the machines will be turned off, or by injection they will die, and will not be kept like this as vegetables forever and ever. Next up, the pollution from China came all the way to Japan, and it's a big problem here. これはもう昔からですね、中国の経済がこう向上する上においては、工場も増えると、工場、ファクトリーも、車も増えると、そういう中で家庭では、まだエアコンディションじゃなく、冬場はコールを焚いて暖房する。そうですか。石炭、コール。ね、コールヒーティングをやってるわけだし。そうすると今年は寒い時があって、全家庭がコールつった。車がいっぱい走る。ファクトリーは煙をまだ出すと。いうので、今、まあこれはもう北京とか大都市のエアコンディションは、もう人間が住める状態じゃないですよ。そうですね。全部、気管支の病気になっちまう。でこれはもう前から分かってたわけ、中国は。
ね、これはやっぱりポリューションに対するブロックをしなきゃダメなんです。そうです。ほんで1990年に日本は中国に対して環境保全センターに莫大なお金をインベストしてるわけです。日本政府が。すごいですね。でも20年前に。それを中国は続けて守らなきゃいけない。とか日本がせっかくアドバイスして、お金も渡して、ね、そしてこのポリューションのブロックをしなさいと、ケアをしなさいと、ポリューションの。これを言うてんのに中国はその金をみんなミリタリー回しちゃって、そっちやらないわけだ。やらなかったわけ。だから今全中国の国民は困ってるし、中国だけじゃなく、これはもう、九州も今もう来てるわけ。その汚い空気が、ダーティーエアが、韓国民にも来る。ね。大変な国際的インターナショナルに広がった問題になってる。だから自分たちが金儲かれば、国民が病気になろうが、ネイバーの国が、隣の国がそれの被害を受けようが、お構いなしというこのいわゆる中国のエゴイズム、これはやっぱ早く国際社会で厳しくこれは要求しなきゃならない。その通りですね。日本はいくらお金いくら渡しますか？まあ最初の時は10ビリオンだからいるのに。10ビリオン？円。すごいですね。So we already probably saw that in China the pollution is extremely high. There are days where the sky is absolutely not visible because of the pollution, but it is so much that it is extending to the neighboring countries, going over Korea and coming all the way to Japan. So we had these days in Japan warnings from the government that the pollution from China arrived here and people should take care, and especially for children. It is 45% more than allowed. So Sosai tells us that 10 years ago, it was already obvious that something like this is going to happen in China. They are having more and more factories and more cars. Also in winter, it's cold, and they are heating their houses not with air conditioning like they do it in Japan, but they are using charcoal. So that coal, they burn the coal, and more smoke is coming out. And so 10 years ago, the Japanese government invested a huge amount of money in China and advised them how to deal and how to stop this extreme pollution that will arise one day. But like Sosai Chodo in Daikaku tells us, Chinese did not use that money, 10 billion yen. They did not use that money for this purpose to put the country into a safe place, but they invested it in military probably. And so even if Japan invested so much money and gave money, now we have to deal with their smoke coming over Japan. It's very bad from China. Next, in Philippines, the Moro people in Mindanao have fights. イスラム諸国で、アルジェリアで起こっておるテロが始まりですね。やはりこのイスラムのいわゆるアルカイダ系のインターナショナルネットワークによってみんなそれが影響を受けて、ミンダナオにもこれはイスラムのポピュレーションが 90% 住んでるわけだから、そのイスラムの中に当然アルカイダ系の人たちが過激派がおって、そして、モノ民族の人たちにアタックすると、ね、それで、今回36人殺されているわけですけ
こういう今イラクでも爆弾テロで40人殺している、はい、モロ民族のミンダナオでも36人殺している、はい、アルジェリアでもテロが起こっている、全世界のイスラム圏でですね、アルカイダ系のいわゆるテロ攻撃、テロアタックが同時に多発に起こる、同時多発、同時にいっぱいたくさん起こるという、こういう流れが出てきてます今。それがミンダナオでも出てきたと。次は、インドネシアでまた起こる可能性もあるし、マレーシアもモスレムの人が多いからそこでまた起こる可能性もある。はい、すごいですね。So all those countries that have Islamic people are now in internal fights, and among these Islamists there are Al-Qaeda brains spread in all of those countries. For example, in Philippines, in Iraq, Algeria, we had these days people died, 30 people in Philippines, 40 people in Iraq, and so this Al-Qaeda is spread in many of these Islamic countries, and they are acting at the same time. That's what happened in Mindanao, and so Saito in Daikaku tells us that probably Indonesia is also at danger. Something like this could also happen in Indonesia. Next, soccer. The EU soccer is apparently not really correct, so they are bribing each other for gamble. サッカーはヨーロッパではメジャースポーツのナンバーワンで、最も人気があるんだけれども、はい、そのいわゆるギャンブルが皆これ絡んでるわけですね。勝ち負けでギャンブルする、はい、そのギャンブルの裏にはですね、日本語では八百長って言うんだけども、そうですね、お金で勝ち負けを買い売る、相撲でやってたね、相撲と八百長と一緒、はいはい、これが EU で今発覚したわけです。でユーロポリスがこれ今問題にして、すごい、ユーロポリスが今動いて、はい、2000万、20ミリオンユーロ、20ミリオンユーロの金がサッカーの試合で動いて、ダーティーマネーとしてですね、それがギャンブルの賭けにつながるというものを今摘発した。これが今サッカー界のダーティーな部分だということで今騒いでいるわけです、はい、今までユーロサッカーではギャンブルといわゆる八百長が問題になったことはなかったと思うんです、はい、これは初めてです。すごいですね。So in Europe, the soccer matches are planned behind scenes. So it's in advance they decide who should win and who should lose, and this is done for gambling because there's a huge amount of money that is moving with this gambling. So it's in Japan, they also did something like this with the sumo players who were paid to lose or to win because of gambling. And it's 20 million euros that are moving, that are so-called dirty money from this gambling. And so the police in the entire EU are striving to find and to cut down on this soccer gambling and arranged matches. Next, Prime Minister Cameron of England was in Algeria, and then he suddenly decided to go to Libya. やっぱりキャメロンが今回いわゆるイナメナスのガスプラントはブリティッシュペトリアムのガスプラントですから、はい、
キャメロンとしてもその問題でアルジェリアに対してですね、はい、事後処理の打ち合わせに行って、まあ、これはまあイナメネスのガスプラントテロ事件に絡んでいったんだけれども、はい、突然リビアのトリポリへ、はい、電撃に行ってですね、で、トリポリのポリスに、はい、まあ、ものすごく今リビアはもう殺人とか泥棒とか、もうむちゃくちゃになってるわけですよ。はい、でポリスもそれきちっとコントロールできないほど混乱してるわけです。でそれははっきり言ったらその責任は NATO にあるわけですよ。NATO がカダフィを殺して、ね、国をむちゃくちゃしてしまったわけだから、はい、その責任をキャメロンも一部感じてるんじゃないかと、ね、だから MI6 の長官をプレジデントを連れて行ってるわけ、ね、キャメロン &MI6 のプレジデントを連れて行ってる、はい、まあ、そういうその MI6 とともに、はい、プライムミニスターが動くというのはあまり例がないだろうけれども、外務大臣連れて行くならわかる、デプロマティックは、ホーリンミニスター連れて行くならわかるけれども、MI6 の長官を連れて行ってるわけですから。すごい。そういうことでトリポリへ、電撃急に行ったと。ボディーガードとしてすごい怖がってるからMI6 のボス連れたじゃなくて、いや、MI6 がやはりカダフィを殺すのに、やっぱり一役買ってるわけですね。フランスが殺したんだけども、はい、MI6、NATO のいわゆる情報機関が動いてるわけですね。そういうことで MI6 もカダフィが死んだ後の国づくりに責任があるわけだ。もちろん MI6 の上はプライムミニスターですから、キャメロンですから、そういうことで今回視察に行ったんじゃない、トリポリへ。はい、すごい。So the gas plant in Algeria that was attacked by the rebels belongs to England's BP, British Petroleum, and so that's why Cameron went to Algeria in the first place. But then suddenly he decided to go to Libya, and Sosai Chodon Daikaku tells us that he took the head of MI6 with him to Libya. Libya is now a country where there is no police, there are no rules, it's a total catastrophe what is happening in that country, and the fault is all belongs to NATO, who have taken down Gaddafi. Gaddafi used to keep the country under very strict control, and after they took him down it became the mess that's happening these days. So Cameron probably feels guilty and responsible for what is happening in Libya, and that's why he took the head of MI6 and they are looking into the situation in Libya. We go into commercial and see you after the break. はい、ヌーパルガールの成田優子です。今回は健康食品スーパー乳酸 CPL をご紹介いたします。健康食品スーパー乳酸 CPL は1982年東海大学医学部においてがんが消滅している現象から発見された物質で世界で初めて合成に成功した健康食品です。 CPL は天然の原料、主に砂糖大根を発酵させた乳酸を原料に製造メーカーシュメイドンさんが開発した製法で安全な健康食品です。粉末をお茶やヨーグルトに混ぜてお取りください。ご購入希望の方はヌーパル .jp のホームページからアクセスしてください。お待ちしています。Welcome back, and we are continuing with the United States, and Kelly, he was sent to talk to Russian Prime Minister. So
they are trying to establish some relations? まあ、アメリカの外交政策で、一番にプライオリティナンバーワンに上がっているのはチャイナですよ。はい。まあ、クリントンの時からそういう流れがあったんだけども、このケリーに代わってケリー国務長官のプライオリティはチャイナとロシアを、同じレベルでやるという、はい、ロシア重視と、はい、ロシアとの対立は、はい、まあシリアにおいて行われている。NATO 対ロシア。そうですね。でこれはまあエジプトのいわゆる新しいモルシに対してもですね、CIA と KGB は対立しているわけです。だからもちろんまあリビアにおいてもロシアは片冬を支持してたのをまあ NATO が倒したと。はい、これに対してもロシアはアメリカをよく思っていない。そうですね、もうコールドウォー状態になって、コールドウォーと一緒ですよ今、だからこれに対してケリーはですね、ケリー国務長官のディプロマティックストラテジーとしては、はい、ロシアを重視すると、ロシアにウェイトを置くと、こういう方針を出したということです。これはアメリカとロシアがもう一回何らかの、妥協点を見出して仲直り、まあ、対立してお互いに、ミリタリーインベストを増やすということは、経済にマイナスになるわけだから。そうですね。はい、だから経済を優先するためには、ミリタリーバジェットを下げなきゃいけない。そうですね。コールワーになったらミリタリーバジェットをお互いに上げなきゃいけないと。それはニュークリアワポンも減らさないかん。エアフォースも減らさなきゃいけない。ネイビーも減らさなきゃいけない。はい、しかしこれのためにはやっぱりディプロマティックの、いわゆるグッドリレーションが必要ですよね。はい、それをケリーはやるとこう言ってるわけです。すごいいい方法ですね。まあいいことです。世界平和のために。はい。So, the Secretary of State, Kelly, is having talks with Russia now. Until now, United States looked more towards China. They, of course, needed China for to lend them money. But now, as everybody talks that the Cold War is about to be starting again in between Russia and the United States, and now that there are so many problems like Syria, where the Russian side is with Assad and the rest of the world is against him, and in Egypt, Morsi is the same thing. Kelly is trying to reestablish good relationships with Russia. If both countries are going into this Cold War mode and increasing their armaments, this money that goes into military, navy, guns, nuclear weapons, air force is going to be taken from economy. So the economy is going bad in both of the countries if they are keeping arming each other that much. So Kerry is trying to talk to the Russians and reduce these armaments and invest that money in economy. That would be much better. Next, Russia gave $18 billion to Venezuela for a petroleum deal. チャベスがキューバでがんの手術を受けて、はい、まだ今ベネズエラに戻ってないと。で、キューバイコールロシアであると。ベネズエライコールキューバであると。はい。そういう関係でロシアもですね、ベネズエラの石油については、チャベスが死んだ場合でも、はい、
その石油はロシア、キューバが握り続けると。このいわゆる新しい大統領が、チャベスの後誰になるにしても、ロシアはガス、石油の権益からは、外れないというために今、強いベースを、基盤を作ろうとしている。そういうことで、ベネズエラの石油ガスに対するインベストをですね、多額のダラを今、インベストを始めたと。ロシアが始めたと。だからロシアの石油会社とキューバの石油会社をイコールにしてしまおうという戦略だと思います。ベネズエラにガスのレゼルバーがある、それかロシアからベネズエラにガスあげる。いや、ロシアはガスはベネズエラに油もベネズエラにあるわ。でロシアもいっぱい持ってるのに。いや、ロシアはそのいわゆるベネズエラの油はあちこち売られてるわけだから、そのビジネスに、ビジネスを握ってをキープすると、こういうことですね。油が欲しいわけやねん。ロシアが油欲しい、ロシアがガス欲しいというもんじゃない。ベネズエラのインダストリアル、ガスインダストリアル、オイルインダストリアルを掴むという、これが目的です。それで買うわけです、それをね。So, the president of Venezuela, Hugo Chavez, didn't yet get back to leading his country. And as we know, Cuba has a very strong position in leading Venezuela. And Cuba has a lot of KGB Russian spies. So Cuba is kind of controlled by Russia. And so Cuba is controlled by Russia. And Cuba controls Venezuela, so it's like a chain there. And now we don't know if Chavez will overcome this problem or not, but in the case he's going to pass away, the Russians want to still have their hands on Venezuela's oil refineries and oil business. It's not like Russians want to have the oil of Venezuela because Russians have enough oil in their own country. But Venezuela is selling this gas and oil around, so Russians want to have control of these sales, and they are doing it by buying it. So they gave a huge $18 billion investment for this purpose. Next, Israel's Air Force strike in Syria. この間ネタニヤフ大統領、首相が、シリア問題についてはミリタリーアクションを起こす計画があると、言ったわけですよね。で、それを受けて、いわゆる強硬派が選挙で勝ってるわけですよね。いわゆるその戦争をイラクに、イランに攻撃する、シリアにも攻撃するという、ストロングユダヤの家、ね、自由ユダヤ、これが選挙で勝ったでしょ。ライトウィンが、ライトウィン。だから空爆しろと言ってるわけですよ。で、空爆を一回やったと。それから爆弾を落としたと、シリアに。でそれが今国連で問題になったから、ちょっと今また止めてると。だからやろうというアクションがスタートしたということです。したですね。In Israel, we had the elections recently, and the party that won, Netanyahu's party, are the right-wing party. So during election, that's what they were promising to eventually attack Iran and Syria to show their power. And because they promised this during elections, that's what they did. So we had the Air Force of Israel flying into Syrian
into Syria. They flew over Libya and into Syria and bombing a development center for armament. They say it was a research center that they wanted to shut down. And now internationally there are really discussions that this was not correct and not good what they did. So they stopped for the moment. But that is their true goal, and that's what they really wanted to do, to strike. Next, Morsi went to Berlin to talk to Angela Merkel about... モルシは今ね、国内が真っ二つに割れて、イスラム同士が戦ってるわけですね。はいはい、そして、観光客はもうほとんどゼロに近い。そうですね、ツーリストは。だって拉致されるとかね。だからもうなんとかこれを大統領として、何らかのツーリズムを回復する、戻す。はい、この動きをしなきゃいけないと。無理じゃない。ね、無理ですよね。それでメルケルに、頼みに行ったわけです。はい、ドイツへ行って、ベルリンで。で、メルケルに、しかし旅行客を送る、はい、経済協力もする、しかしあなたの国の人権、ヒューマンライト、はい、人権問題を解決して、そうですね、いわゆるステータブルなポリティクスにするならばやってあげますよとこう言ったわけです。はいね、だからモルシはちょっと今焦ってる。だからなんとかどっかに頼みに行って、ツーリズムを送ってほしいと、はい、それから経済お金ちょっと貸してくれと、ね、インベストしてくれと、はい、こういうんだけども、どこの国も嫌がってるわけですよ。危険だと、そうですね、リスクがあると。だから非常にエジプトのカントリーリスクは高まってるわけですよ。あこはもうツーリズムがなくなったら国がもうディストロイするわけ。そうですね。そういうことでね、これはモルシも焦ってると。国内ではもう夜間禁止をしたりね、外出を。そう。だって彼のさらにイスラムチックな法律を出して、でもエジプトは結構インターナショナル系だったし、キリスト教の民族もいっぱいいるし、でこのマイノリティをすべて無視して、イスラムだけにしてるこそそうになるんですよね。だからおそらくモルシも長く続かないだろうと、はい、いう見方が国際世論じゃないかと思いますね。In Egypt, the fights are going on. The country split in two, and of course, nobody wants to go to see the pyramids of Egypt, and no tourists are risking their lives to go to Egypt. Nobody wants to be kidnapped and used as retaliation or political retaliation, or to get money from those countries. So Morsi went to Berlin to talk to Angela Merkel, Germany's prime minister, and beg them for some money and to send tourists back to Egypt to restore the tourism of Egypt, because if Egypt has no tourism, they will be finished as a country. They do not have anything else to offer except for tourism. And Merkel said, yes, they will supply tourists if Egypt in turn will take care of the human rights. And yes, this will be probably difficult to be done. As we know, Morsi implemented even more Islamist laws, but in Egypt there are many Christians and other minorities, and who are now being disregarded. So the situation in Egypt will be probably bad from now on more. Next point, Boris Berezovsky. He is an enemy of Putin, and he invested in France's Côte d'Azur. He bought a large property, or that's what he said. He bought it, but he didn't pay it. ボリス・ベレゾフスキーのエリツィン
前のね、エリツィン大統領の側近で、はい、ガバメントのいわゆるそのビジネスをドンと一人でやってた男で、ロシアのはいわゆるトップビジネスマンだったんだけど、はい、政府のいわゆるお金をね、ガバメントのマニーをどんどんスイスだ、ロンドンだ、そのチューリッヒだ、はい、あちこちもう隠したわけです。でエリツィンプレジデントの側近で、ね、はい、でビジネスマンですからマフィアです。マフィア、ボリス・ベレドフスキーは、もともとは何のガッチェンビルグやねし、今のスタリングラードじゃない、レニングラードは今なんてレニングラードは今なんて言うた、そこの出身のね、サンペトの出身で、はい、ビジネスマンで、はい、まあ、力があった。これがまあプーチンになって逃げた。はい、お金たくさん政府のお金持っていってる。ロシア政府はそれを追求してるわけです。まあ、何人も殺してる、それで。ボリス・ベルドフスキーの関係者を暗殺してるんだけど、KDB が。そのいわゆるフランスで隠してる大豪邸別荘をですね、買った金は、ロシアの金を盗んだ金だから、はい、それでフランス政府は、はい、ボリス・ベルドフスキーを、資金洗浄というね、フランス政府、政府がそれを訴えるというね、はい、非常にまあロシアに気を使った政府のいわゆる方向が出てきたという感じがするわけですね。ボリス・ベルドフスキーを助けないわけです。はい、お前が盗んだ金だから、それを抑えちゃうと言ってね、それで訴えられているわけです。はい、だからそういう事件です。はい。So Boris Berezovsky was active in Russia in Yeltsin's period when Yeltsin was the leader of the country, and Boris Berezovsky was a very good businessman. He sent a lot of huge amounts of money in all those countries, Swiss, and so he gave the country's money. He took it out for himself, and he bought in France, in Côte d'Azur, a huge property, and now he is being chased by Putin and by KGB. They are chasing down his stuff, and because this money was stolen, it appears like stolen from the government of Russia, and the government of France is keeping the property down and is also accusing him of having bought this property with stolen money from the Russian government. And last stop for today, New York Times and Twitter and other huge websites have been attacked by Chinese mafia. So it's just like you said, in the future, all the wars will be conducted by cyber wars. No need to send your people, just through internet. まあニューヨークタイムズのコンピューターがサイバー被害を受けていると、はい、ハッカーによってやられたと、そのハッカーの元は中国ミリタリーだと、はい、チャイナ人民軍、中国のミリタリーのサイバーアタックグループがですね、はい、ニューヨークタイムズを潰しに入っていると、はい、その原因は何かといえば、ニューヨークタイムズは中国の悪口をたくさん書く、はい、で温家宝、いわゆるプライムミニスターの温家宝がですね、ダーティーマネーを、身内ファミリーの企業にカンパニーにそうですね、たくさん儲けさせてると、はい、温家宝は悪い人だと、はい、金儲けばっかりやってると、はい、ニューヨークタイムズでオクトーバー
ノベンバーと書いたわけ。はい、そうです。去年の。はい。ね、ラストイヤー。それで、それに対してですね、ニューヨークタイムズは、とにかくチャイニーズは、ガバメントの人は汚いと。賄賂ばっかり取ってると、お金ばっかり取ると。はい、そういうものだから国民が怒ってると、いうことをバンバン書くから、それのいわゆるコンピューターを潰しまいと、いうので、まあ温家宝の指示かどうかわからないけども、サイバーハッカーが、チャイナハッカーがアタックしていると、こういうことですね。はい。すごいですね。So why the Chinese military did this to New York Times? It's because from October they are writing many articles showing how the former Prime Minister of China is taking bribe money and how much money his family has. So they are writing a lot about these dirty politicians of China, and so the Chinese military attacked New York Times to retaliate for these writings. And it's just like Sosai told us, the Times came for cyber wars instead of having real wars. We thank you for today and see you next week. これからも日本を取り巻く国際社会問題をお伝えしてまいります。ではまた来週。